前回のあらすじ。前回、冷静になれば解けそうな問題に出会ったものの、法則性が全くわからない。しかし、やっぱりこの問題を放置するのも気持ちが悪い。今回の動画でなんとか解いていくぞ。前回の動画の後、なるほどくんを見習って逆転の発想をしてみたんですけど、この問題、もしかして法則性がわからなくても解けるんじゃないか、と思いまして。法則性はわからなくても、ABC に入る数字が奇数で、前後の数字の間に入ることぐらいはわかる。つまり、総当たりできるのでは、俺は真面目に問題と向き合うのをやめるぞ。A は21から27で、B は75から81、C は39か41だな。歩き回ってみようぜ。まずは21階層をボタン連打しながら歩き回る。おお、ここは外れっぽいな。23階層も同じようにボタン連打しながら歩き回る。ダメだ、見つからん。25階層も見つからず、もしかしてボタン連打してたらダメとかある。不安になってきたぞ。そして27階も探したものの、結局見つからず、おかしいな。改めて見直してみよう。ふむ、一体何なんだ。さっきからうすうす思ってたんですけど、単純に素数を並べてるだけじゃないですか。まさか、そんなことあるはずが。単純に素数を並べてるだけだこれ。言われてみると簡単すぎる。恥ずかしいなもう。ってことは23階の南79の東41か。あれ、でも23階層もくまなく探索したはず。おかしいな。記憶をたどってみよう。いや、近くにあるよ。何ギリギリのところで諦めとんねん。昔の私。というわけで、改めて掘り出しに来たぞ。操作キャラに犬がいたり、レベルが10ぐらい上がってるのは気にしないでくれ。報酬は、次元の壺、古代の鏡といい。問題報酬は家具が多いな。気になる性能は、相手を 60% の確率でバトルから弾き飛ばす。バシルーラみたいなもんなのかな。まあ即死状態以上と見て良さそうだ。でも、このゲームの状態以上、敵によっては耐性があるし確率判定はレベル差で命中率下がるしできっついんだよな。気が向いたら使おうっと。そんな感じで問題とずっとにらめっこしてましたが、戦闘面でも色々と変化がありまして、全体600ダメ槍がポロポロ落ちたので物理パーティーを試してみてます。強いぜ、パルチさん。しかし飛行している敵に無力なのがやはり辛い。一応、対空用に銃も持ってきたけどランダムダメージだから信頼性が低いったらないね。さらっととんでもないことされたな。こっちの装備を破壊してくるのは反則だろ。このゲームのことだ。この装備破壊の効果は非売品にも及ぶはず。くっそ、この戦闘が終わったら鏡も時計も外して偵察機は徹底的に避けて歩くぞ。12ダメージ、1から1000のランダムダメージで、これだからダイス1個は信用ならない。10D100 とかだったらもっと安定するんだが。やっと倒した。光栄。2つ目の装備を破壊されててもおかしくなかった。壊されたパルチザンを敵がドロップしたのはただの偶然ですね。壊された装備は復活しないよ。怖いね。なるほど、カマキリがパルチザンを落としたのか。バトルアビリティ、瀕死攻撃力倍、入手。なんて効果がわかりやすい名前なんだ。いわゆる火事場だけど、このゲームは防御力がある限りは HP ダメージをあんまり受けないし、後でちょっと試してみるか。行方不明者までの距離が短いな。発見。やった。お犬様が見つかった。かわいい。いつもは放置してきた行方不明者ですけど、ケモケモしいキャラは大好きなんで一軍に入れちゃおうかな。
誰を2軍に落とそうかな。厳正な審査の結果、基礎スピードが低い、名前が読みづらい、加齢臭がきつそうなどの理由により、校長先生こと芸者プランは2軍落ちです。そのうち肉壁が欲しくなったら余分で。そしてこんにちは、お犬様。せっかくだし操作キャラにしようっと。かわいいな。いや、やっぱりお犬様を操作してるだけでテンション上がるな。クオリティオブライフの高まりを感じる。いてー、なんだ、素数のカードでめちゃくちゃなダメージ食らった。これはいわゆるレベル素数ですの系譜か。お犬様だけレベル27だから逃れたが、他のメンバーは全員レベル31で素数だからめちゃくちゃなダメージを食らったのか。なるほどね、逃げた方がいいな。全員素数だと死んでた可能性もあったんだな。今のちょっとレベルは散らした方がいいんだろうな。しかしレベル系魔法が出てくると FF の人だなって感じがするね。懐かしい。 FF5 でレベル5ですを使いまくっていたあの頃の思い出よ。いつものモンスター情報じゃない。なんだこいつ、モルモット教授。一体何者なんだ。HP999万9999。設定が適当すぎるだろ。それでいて経験値も金もドロップもしない。不気味だ。何なんだろうな、こいつ。案外、戦闘せずに会話イベントが始まるタイプの敵なのか。まあ、今推測しても仕方ないか。こいつと出会うのはいつになることやら。そんなこんなで29階のワーク装置に到達。初とか開通。20階から29階。ほんと何事もない平和な階層だったな。で、今回の動画の最初あたりで、瀕死攻撃力倍をゲットしてたじゃないですか。実はあれ以外にもいろんなアビリティをゲットしてたんですけど、どれもこれも1ターン使って防御力回復、パーティーが1人だけの時のみ攻撃力2倍みたいに戦闘がめっちゃ楽になるぜってやつはなかったんですよね。しかしそこに来てこの瀕死攻撃力倍、条件が緩い上にシンプルに火力が2倍になる。使うしかないだろうってことで前衛をあらかじめ瀕死にしてみました。これで前衛の火力は2倍。これならこの先生き残れる。30階からの火山にチャレンジしていきましょう。火山はずっと一本道だから自動移動が気持ちいいな。マップ埋めも楽。しかし厄介な敵がいた時に迂回することができないってのは問題かもしれんな。さあ、私に見せてくれ。瀕死攻撃力倍のパワーを。全体1440ダメージ気持ちいい。一気に強くなったな。最近火力不足に悩まされてたが、やっと解決したかな。まあ、この先の戦闘は攻撃力倍があること前提のバランスになるのではっていう器具もないことはないけどね。ワンターンキルできるようにはしていきたいね。次だ。いよいよ50番台。防御力2000、HP5000 の敵が全体魔法ダメージを連打してきて、こっちのターンが回ってこないままお犬様と獣人と美少女が死んで、最後に生き残った原住民くんも逃げミスして単体魔法2000ダメージを食らって死んだと。ほんと容赦ねえなこのゲーム。そういうところちょっと好きだけども、頑張って育てたパーティーが蹂躙されるのってちょっと楽しいよね。しかしこのゲーム、なんというかちょっと強敵への対策方法があんまりないんだよな。今ある最高級の防具を装備させてるから稼ぎも意味ないし。つまりいよいよズルをする時が来たのだよ。敵を避けまくってダンジョンを降りまくり、80階にいるレベル80の行方不明者とかを仲間にするぞ。といったところで今回はこの辺りでお疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。